主人公に謎を持たせるなんですね。喜びってそうですね、悲しみの方がやっぱり印象に残りますよね。器用な人だなって思った新人さんより、そうですね、なんだこれ、好きなものをそのオマージュすることってめっちゃ素敵じゃないですか。モーニング編集部の山本です。モーニング編集部の福島です。モーニング編集部の広谷です。モーニング編集部の小松です。せーの、講談社漫画家ディスカバリー Q&A モーニングエディション。インスタグラムで募集した質問に今日は答えていきます。ではまず一つ目の質問。モーニング編集部について教えてください。どんな媒体ですか？どんな媒体、できた時のねモーニングの話を聞いたことがあるんですけど、テーマは日本って言ってたみたいです。例えば日本の原子力潜水艦が原力潜水艦だよね、あれね。そうですね、独立を宣言する沈黙の艦隊であるとか、もちろん日本のサラリーマンを主役にした島耕作であるとか、日本のお金の流れを描いたなにわ金融の作品とか、そういうような作品をやってきて、当然お仕事漫画、お金漫画、政治漫画、ポリティカルサスペンス、まあ本当いろんなジャンルが、一堂に会するそんな雑誌かなっていうふうに思いますね。で、昔よりも多分女性の読者が増えているかなと思いますね。昨日何食べたとかは、まあ、ゲイのカップルの日常生活を描いているという意味ですごく裾野の広い作品というか雑誌じゃないのかなというふうにおじさんは思ってます。お二人はどうですか？先どうぞ。やばいやばいやばい。帰ってきた。どうですかね。やばい。モーニングに対する感想ない？いやいや、難しいですよね。でもまあこの難しさがモーニングの良さみたいなところはやっぱあるとは思うんですよね。やっぱ多様な雑誌だと思いますし、まさに日本を描いているっていうところは本当ありますし、やっぱこうすごくその男性的な、まさに読者層としてはやはりこう40代50代の男性が、モーニング本誌でいうとメインにはなるんですけれども、先ほど山本さんおっしゃったように、女性の方も多いですし、それこそ女性の少女コミックから、青年誌で、描くっていう流れはモーニングから始まったところがあるので、作家さんとしてもすごく多様だし、作品としても非常に多様で、一応こうモーニングの字としては読むと元気になるっていう言葉があるんですけど、元気になるっていうのは多分いろんな感情があると思うんですが、やっぱそうやってこう感情を高ぶらせるとか、何かこう引っかかるとか、この世界ってこんなことあるんだとか、そういうことを思わせる、いろんな読者にそういうこう気持ちや考えを思わせるっていうところでいうと、モーニングっていうのはやはり、多様なところが、一ついいところなのかなとは思ってますね。僕の仕事は終わりました。もう我々言うことないですね。言い尽くされた？本誌じゃなくて2とかはなんかその多分本誌に対するちょっとカウンターでできてる雑誌みたいなのがある気がして、ファンタジーとか SF とかなんかそういうのもいっぱいある気がして、なんかカルチャーの方になっているみたいな感じ、サブカルチャーというか、今美麗なのが多いですね。そうなんか割とモーニング2を目指してっていう新人さんとかも多い気がして、モーニングの方が割となんていうんですかね、新人さんが乗るっていうイメージというよりはどちらかというとそのベテランの人とか、漫画家さんが漫画家になった人がモーニング目指したいみたいな人が多いと思うんですけど、なんかモーニング2は割と新人さんが多い気がするので、なんかその漫画家さんに対する裾野も割と広いかなという気がしますけどね。確かに。滑ったみたいな。デイズどうですか？あとデイズはコミックデイズもあるのでデイズ
はそれこそなんかさらにモーニング2でこうやってないような、もうちょっとこう電子で日頃の隙間時間とかでも楽しめる、言い方よくないか、いやでも全部そうですでもね。即効性の高いようなのが多いですよね。確かになんかこうすぐ読みたいというか。じっくり読みたい作品とかが、まあ、モーニング本誌多い気がするんですけど、デイズはもっとなんかこうポップな楽しさもいっぱいあるというか、でそれこそいろんな作家さんがいろんな自分のこうなんていうんですかね、フェチズムみたいなものを発揮できる媒体でもあるので、本当にモーニングで描けない漫画はあんまないというか、そうですねどんな漫画でも、うんウェルカムです。確かにこれが書けないっていうのはないからね。ないですね。確かにないかもしそれこそやっぱこうデビューするのも遅くてもいい雑誌っていうところがありまして、れない。確かに結構40代デビューとか最近始まってるアパレルドッグっていう作品だと50代の作家さんがデビューしたりしてるんです。だから自分のこう経験とかやったことっていうのを活かせる雑誌っていうのがやっぱモーニングのいいところでもあるなっていうのがあります。あともう一つモーニングのちょっといいところで言うと本当に日本を描いてありつつ、その日本のところのメインのところをちょっとこううがった見方で見せるっていう、やっぱこう漫画だからできるやり方があって、やはりこうクッキングパパっていう漫画がこうもう、開始から40年ぐらいやってる漫画なんですけど、この時の80年代ってその男性がまさにこう料理を家で作るっていうことをしない時代に、その男性が家で料理を作るっていうことをやりつつ料理の面白さとか美味しさを見せるっていう漫画が出たりとか、グラゼニで野球っていう漫画いっぱいあったけどお金っていう観点で見せるとか、ジャイアントキリングっていう漫画で、サッカーの話を監督の目線で見せるとか、今までのものをちょっと違った目線で見せるとか、いろんな経験とか、いろんなこう多様な見方っていうのを、見せることができる、導くことができるっていうところにモーニングがあるので、まさに全部を通して言うと本当割合何でもいい、そこにやっぱ面白さはある雑誌だなと思ってますね。じゃあ2つ目の質問をいかせていただきます。読者や編集者を最も引きつけるのはどんな感情だと思いますか？他の感情より強く響く感情はありますか？難しいですね。むずいですね。何か特定の感情だけが正解っていうことはないかなと思いますね。ただやっぱりその悲しみの感情とかってすごく増幅はしやすいですよ。実はだから喜びって意外と本当難しいですね。だからそこの技法をどういうふうに編み出すかっていうのはテクニックとして必要になってくると思います。僕はどうしても映画とかに例えがちなんですけど、対比法っていう方法がありましてね、悲しい場面を花畑でやると余計悲しくなるじゃないですか。なんかそういうこう表現のテクニックみたいなのがあるんで、どういう感情をどう増幅して読者に届けるか、それが本当にすごく精緻に書かれた表情でもいいんですけど、それを考えるのが一番いいんじゃないかなっていう気はしますね。難しいですよね。でも本当おっしゃる通りで、確かに喜びってそうですね、悲しみの方がやっぱ印象に残りますよね。でやっぱしこう自分が漫画とかを読み返す時とかもやっぱこう同じように喜ぶとか同じようにテンション上がるっていうより同じように泣く方が全然あり得て、でやっぱし泣くとかっていう感情っていうのは、もしかしたらそれを自分が、僕がもしかしたら繊細で心が弱ってたのかもしれないですけど、そういうのを求めてたっていう可能性もあるんですけど、やっぱこう泣くとかこうグッとくるっていう方が、多分みんなの心には残るし、もう一度読み直そうって思うところはそっちの方がありがちではあるなと思いますね。それがどうしてかってなると意外と難しいなと思いますね。なんかでも悲しみもそうですけど、怒りとかも僕は割と読むときに、連載の1話目とかって、悲しみより怒りがあった方が僕は好きで、なんか強い負の感情というか、そこから這い上がるってそこのギャップを埋めるみたいなのを読むのが楽しいから、なんか青年誌でも少年誌でも何でもだと思うんですけど、怒りとかは割と僕は好きな感情かなと
話のきっかけにはなりやすいよね。子としてね、強烈だよね。フックですよね。あとやっぱ行動ができますからね。感情で終わらなくて済むっていうのは怒りだと、復讐するとか、やっぱそういう方向に向かいやすいので認めてもらうでもいいですけど、多分確かに漫画の1話目としては怒りっていう感情は強いかもしれないですね。あれは箱詰めか、箱詰めという作品がありまして、ある機会からこう一定バズったっていうのがあって、どのタイミングかって言ったら、チャイルドシートの会というのがあったんですね。それをつけてるつけてないということが、話の中心に来るというところで、それがインターネット上で非常にバズったという。そこにはやはり義憤、もちろんね、そういうことをやってないとどういうことなのみたいな、そういう感情、これやっぱり怒りかなという気がするんですけど、読者がそういう怒りを共通体験というかね、追体験できるっていうことは引きとしてやっぱり強いのかなという気は、そのエピソードを僕が聞いた時に確かに思いましたね。あれなんですかね、読者が共感しやすいというか、こう理解しやすい、みんなが割合共通に思いやすいものっていうのは怒りとか悲しみのが強くて、あるいは楽しみとかになってくると結構多様になってくるみたいな感じがあるんですかね。ありますね。食い物に似てるのかな。喜びは食い物ってやっぱり本当好み全然違う。そうですね。悲しみの味は割とこう確かに根っこは似てるっていうかね。そうですね。怒り、涙の味は確かに。そこに至る経緯はねまたいろいろあると思うんですけど、恋愛ものとかだとどうなんでしょうね。どういう感覚なんだろう。確かに恋愛はもう多幸感を描いてない。そうですよね。またそこは違うところになる感じしますよね。なんかでも確かにモーニングって青年誌なんですけど、少女誌とか少年誌をこう読んで育った子たちが年齢を重ねて読む媒体ってなると、なんかこうただ恋する楽しさとか、なんかこう1位を目指す向上心とかだけじゃない、なんかもっと多様な主人公がいるのが青年誌だと思ってて、ちょっと斜に構えた主人公だったりとか、恋愛もうまくいかない恋愛とか、なんかそういうこう細分化された感情により人はこれ私の物語だみたいな感じでこう強く共鳴できるのかなと思うので、すごい個人的な感情、こういう話みんな好きかなっていうより、作者の個人的な感情が書かれてると、やっぱなんか恋愛ものでも何でも共鳴しやすくて引きつけられるような気はそうですね。しますね。確かに経験に裏打ちされてるされてないと全然違うんでしょうね。はい、次の質問いきます。いい作品、面白い作品とみなされるためにストーリーに必ずどんでん返しがあることは重要ですか？必要なんですかね。でもどんでん返しない名作いっぱいあると思うんですね。確かに。ツイストってあるともちろん楽しいんですけど、思い出したのはね、小池和夫さんっていう原作者、漫画原作者の方が常に提唱されていたことで、リドルっていう言葉があるんですけど、主人公に謎を持たせるなんですね。例えば先生の小池先生のあれで言うと「子連れ狼」っていう、多分これ海外でもすごく有名な作品だと思うんですけど、なぜ侍がね、いかつい侍が乳母車を押しているのか、ちょっと不思議じゃないですか。確かに。でそこにリドルがあるんだと、謎がある、だからそれを知りたくなってキャラクターにのめり込んでいくというところで、今のツイストの話でいうと、僕はやっぱキャラクターそのものにどう謎を持たせて、キャラクターが実はこんな感情を持っていたとか過去を持っていたとか、やっぱキャラクター本位に考えていくのがよくて、ストーリーをひねってってやろうとすると、多分ひねるためにひねり出すっていうのが僕のちょっと実感ではあります。なのでとにかくキャラクターに注目させるためにどう確かに設定なりストーリーなりを組んでいくかっていうのが一番の道なのかなという、なんかさっきから質問の中心に答えてない気もするんですけど、そんな感じはしますかね。なんか媒体にも正直よるなっていう気はしていて、
えばモーニングっていう週刊誌で、週刊誌で毎週読ませるっていうことで考えていくと、やっぱり引きが重要になってきて、で引いて、そしたら次の回でそれをひっくり返す、もしくはひっくり返した上で引いて、でなんだろうって気にならせるっていうことが、ミステリーでなくてもどの漫画でもちょっとそうやってどんでん返しの匂いを作るっていうことが、次を読ませるっていう割は古典的なやり方とも言えるとは思うんですけど、形かなと思うんです。ただそうではなくて1話の中で読み応えを、必要な漫画とか、特に月刊誌とかでこう丁寧に毎回毎回ちゃんと見せていくっていうものになると、むしろどんでん返しっていうよりはちゃんと読み応えがあったとか、この次もちゃんと読もうっていうふうに思わせる方が重要だったりするので、まさにこの作品の質にもよるし、載せる媒体によっても多分おそらく違うかなっていうのはちょっとありますね。なんとなくストーリーに必ずどんでん返しがあることが重要とは思わないんですけど、なんか作ってる側は意識をする必要がある気がして、なんか要はそれってなんか言ったらサービス精神じゃないですか。なんかやっぱり最終的に読者に読ませるってことを、読んでもらうってことを意識するときにを考えると、それを考えていることは重要というか、でどんでん返しあった方がいいかなって考えていって、でも逆にない方がこれいいかって思ったら やんなくていいしっていうのを、だから常に読者のことをクリエイターとしてというか、漫画家さんとしては考えておいてほしいから、重要だと思っといた方がいいみたいなのはある気がする。常に驚かせるっていうことを意識するっていう、最近はあまり言わなくなったんですけど、こう本になった状態の漫画でこう読んでいくじゃないですか。めくりっていう概念なんですけども、こうめくった時にここで何か言ってたセリフが全く違う効果を読む、ここで泣いてるかと思っていた人が実は笑っていた、そうですね、っていうものが、読む順番で言うと右肩上に来るように意識しながら、少なくともちょっと昔までは作ってたと思います。それがどんでんじゃないけど、とにかくさっき広谷君が言ってた驚かせるということですね。何か意外なことが起こる。だからこれは今見開きじゃないにしても意識していいことだと思います。次のページの頭で何が起こるかっていう、それがどんでんじゃないけど一番大事なことかもしれない。ですね。そうですね。でもやっぱ特に1話目とかは最近やっぱみんな漫画点数が昔より増えたので、1話読んでこうもう続けて読むか読まないか判断する読者がすごい多くて、だから特に1話目はやっぱりこう期待を上回るような予想の裏切りというか、驚きが大きいほど面白かったなっていう感情が強く残ると思うので、特に1話目は、ストーリーというか何かしらこのキャラがこんなことするなんてとかでもいいと思うんですけど、何かしらのその予想の裏切りみたいなのは欲しいなって、自分が1話見る時もそこを意識して読むかなって気がします。4問目の質問に行きます。まだ書きたいストーリーがあるのにページ数の制限が厳しい場合、どう対処すればいいですか？すごい現実的な話なんですね。よくある質問ですよね。確かに。僕はでも収めてもらいます。そうですよね。ページ数増やして良くなることあんまないですよね。僕はそうしてます。非常な答えがね。時間があったら一旦書いてもらって削りますけど、削った方がいいですよって話しますけど、なんか増やして良かったことがほとんどない気がして、なんか連載とかだったらここまで入れた方がいいっていう時に、2ページ増やしてとかはあると思うんですけど、読み切りでもっとあるんですけどって言われて、なんかいいことっていうか、そうですね、それをなんかさらに良くなることはあんましない気がし、なんかどちらかというと打足になっちゃうことが多いかなっていうのがあるんで、収めてもらうように相談する。なんかさっきはなんかやれって言ってる感じになってたけど、相談する。やれでやれ系編集者。やれ系編集者じゃないです。いいですか、系列スタイル。ものすごく
雑かつ残酷な言い方をすると、さっきの映画論じゃないですけど、いろんなアイデアとかこう書いたシークエンスみたいなのって、映画でいうとこの撮ったフィルムみたいなものなんですよね。でそれをどう効果的に編集して、一番さっき言った伝えたい感情とか、メッセージっていうと大げさかもしれないけども、どうつなげていくかっていうことをやるのが最終的なお仕事、漫画家としてのお仕事なんですよ。でそれは多分断腸の思いでやるんですよね。すごくいい演技をしていたとしてもやっぱり切っちゃうみたいなことと一緒なんで、やっぱりどうしてもそこはお願いしなきゃいけないことにはなっちゃう気はしますね。実際読者が一度に読める分量ってやっぱりどうしても限られてきちゃうので、これ全部食べてちょうだいと満貫全席を出しても食い切れないというのはあるかもしれないですね。そうですね。このお店の一品って出してくれた方が美味しいお店感もありますからね。だいたいあらゆるメニューがある店やっぱ美味しくないこと多いんで、やっぱそれはありますよね。なんか結構新人賞の選考とかで、なんか本当時間ない中でめちゃめちゃたくさんの本数の読み切り読むみたいなシチュエーションの時とか、自分自身やっぱページ数多い読み切りって相当面白くないと、ちょっとこう言い方悪いですけど疲れちゃうというか、テンポ良くてなんかこうすぐ美味しさにたどり着けるものの方がなんかやっぱこう総合点高いなみたいな感情になるのでその漫画好きな私ですらそうだから、もっと適当に読むって言ったらあれですけど、もっと日常の中で読んでる読者からするとやっぱこうそこまで待ってくれないって感じはするので、できる限り伝えたい内容に必要な最小限のページ数で表現できた方がやっぱいいなっていう気はしますね。基本的に、この質問って読み切りのことだと思うんですけど、読み切りの後に基本的に連載があって、で連載があった場合、もちろん媒体によっての違いはあるんですけど、でも基本的なページ数っていうのは大体ありまして、本誌だったらもう一つ18ページで決まったらもう18ページでやらなきゃいけなくて、でそれを考えるともうそのページ内で自分の言いたいことを、多分サブタイを決めてそのテーマに応じた話を一つ作るっていうことをやれないと連載が回っていけないことを考えると、読み切りの時点でもやっぱりそのページ数を意識してその中で見せるってことは絶対に必要になってくると。でやっぱりその中でいくつもテーマがあるっていうのはやっぱ間違ってて、まさに皆さんおっしゃってる感じでみんな適当なんですね。結局それを本気で読んでるかって言われるとやっぱりそれは難しくて、それはやっぱみんな各々の仕事で言うとやはり連載中の作品が一番重要で、その後に、新人さんの作品とか、これからの作品とかってことになってくるので、どうしても編集部として読む時もその感じで読まれると思った方がいいと思うんです。だから作るにあたっても、自分の言いたいこととか言いたい絵とかをちゃんと見せるっていうことを明確にしとかないと本当に流れる漫画になって目が滑ってまさに後回しにするとか、もう最初なんかだるいなとかでちょっともうマイナス印象から始まっていくことになりがちなんで、本当にこうなんでしょうね、短いページ内でしっかり見せるっていうことを意識してもらった方が、新人賞とか、そういう読み切りとかに関しては、非常に効果的なんじゃないかなとは思いますね。連載の時になんか特にそうなんですけど、よく言ってるのが、煽りっていうどう言ったらいいかな、1ページ目に、こういう話だよとか、今シチュエーションはこうだよとかやるのと、ラストに引きというものがつくんですけど、じゃあ弾道で言いますか。弾道この辺にありますね。ちっちゃいちっちゃいなんでしょうこれは。読めない。小さくて読めない。時代荒波に繰り出す絵とみたいなね。こういうことがこういうのを作るのと、あとサブタイね。これがつけやすい回はいい回ですよ。そうですね。なぜならばさっき小松君が言ってたテーマが明確だからなんですね。でやりたいことをバーって詰め込んじゃって結局この回って何が言いたかったのっていう回は大概つけにくいです。そうだからこれは実はだから読み切りでも同じ
ことだと思います。一定のページの中で、だからタイトルですよね。読み切りの場合はタイトル。そうですね。こういうタイトルをつけるっていうのがスッとできる作品は多分言いたいことがはっきりしている作品だと思います。逆に言うと、だからそれができないということは多分どちらかってんだなってそうですね、思ってもらってもいいかもしれません。逆に言うとページっていうのはそこから逆算していくそうですねものかもしれないですね。はい。じゃあ最後の質問です。応募前にすべてのクリエイターに知っておいてほしいことをたった一つ挙げるとしたら何ですか？なんだ？クリエイターって漫画家志望の方ってことですよね。知っておいてほしいこと。知っておいてほしいこと。締め切りがあるとか。あったね。なんかでも、結構その新人作家さん見るときに私が思うのは、なんか昔先輩にこうもう世の中をびっくりさせるような大ヒット作というか、巨大作ってやっぱ新人からしか出てこないみたいなこと言われたことがあって、だからなんかこうついつい漫画っぽいものというか、なんかこういうものが良さそうみたいなものを新人さんで書いてくれる方もいるんですけど、というよりなんかこう本当に自分がこれを書きたいんだというか、なんか漫画っぽいもの、綺麗に整ったものを目指すというよりも、なんか自分がここにこだわりがあるんだみたいなものを多少なんかこうちょっとちぐはぐだったり不格好でもいいので、なんかそういうところの方が特に新人賞の読み切りでは読みたいというか、なんか器用な人だなって思った新人さんより、そうですね、なんだこれ、ちょっと会って話聞いてみたいなみたいな読み切りの方がなんか読んでやっぱワクワクするなというか感じするので、あなたらしい部分を書いてほしいなっていう感じは、はい、します。これベストですね。ちょっとやる気失って着一緒で疲れ始めてる。一語一句全部一緒でしたからね、びっくりしました。びっくりした。全部一緒でしたからね。びっくりしちゃいましたね。いやでもまあ本当自分が読みたい漫画ってあるじゃないですか。でそれがまあ極端に言うとないから自分はこういうのを書くっていう、そういう初期衝動はないと、なんかそういう職業漫画家みたいなものを最初から目指すのは、まあ決して良くはないですね。つまり長続きしないんですよ。だからそれはなんかね、何かからインスパイアされたものでもいいんです。なんか何々を見て超感動したから、いやこれをもうちょっと自分がアレンジしたらこうなんじゃねえのかっていう、なんか世のクリエイターってみんなそんな感じがして、あの作品がくれた感動を自分だったらこう表現するっていうのをなんていうか必死こいて書いてくれたら伝わります、多分ですね。そうですね。それがないと、よくできましたになっちゃうので。なんかでも絶対に真新しいことをやろうって思わなくて、なんかそれってなんかただ木をてらう話になってると思うんですけど、書きたいものって何かから影響を受けて書きたくなるわけで、なんかその昔なんか映画監督の是枝さんが言ってたんですけど、なんかイメージよりもオマージュって言ってて、要はなんかその自分の好きなものをなんかそのイメージして書いてこれだしっていう時って意外と伝わりづらかったりするけど、オマージュしてもいいっていうのは多分考えといた方がいいなと思ってて、なんか結構多分いろんな人パクリ気にするじゃないですか。最近そのかなり厳しいから注目されました。だけど、その好きなものをそのオマージュすることってめっちゃ素敵じゃないですか。それを愛して自分の形にするっていうのは、なんかその辺は気にしなくていいですよっていうのは俺は言いたいなと思いますね。だから盗むっていうのは当然自分の中に一回通して出すっていうことなんで、これはだからピカソはだから凡人は真似るけど、天才は盗むっていうことらしいですね。だから盗むって多分そういうことなんですよ。で才能があったら絶対真似にならない。確かにね。だからそこは気負わずに、あとあれかな、名作を書こうって思わない方がいいと思います。確かに。名作は判断するのは読者なんで、
それで気負って書けなくなった人僕何人も見ています。そうですよね。だからどんどんたくさん書いた方がいいですよね。もうどんどんいった方がいいんだから。恥かき捨てぐらいのつもりでどんどん書くっていうのが大正解なそうですね。もう完成度ってね、それこそ漫画家さんが30年前に自分が書いたのとか見ると見てらんないとかいうぐらいで、ほっとくとスキルが上がっていくだけなんですよ。最初は荒けずに決まってるんで。そうですね。逆にそれが好きっていう人もいるぐらいで。そうなんですよね。でそのキャリアのある作家さんとかでさえ自分の絵に今満足してるっていう人はほぼほぼいなくて、やっぱりもっと上手くなるんじゃないかとか他の人に比べて下手だなと思って悩んでる人のことが多いので、本当まさにその完成度っていうのはそれはちょっとおこがましいっていうところになると思ってもらった方がいいかなと思いますね。でも絵にはこだわってほしいです。結局さっきの話なんですけど、やっぱり個性も含めてやっぱり一番目に行くのって絵なんで、絵だったりとかやっぱ構図だったりとかこんなとこ書き込んでるのもそうだし、こんなアングルで描いてみるのもそうなんですけど、やっぱり漫画は結局いくら話があったりとかどんでかしとかも全部重要ですけど、キャラももちろん重要ですけど、結局絵で見せるところが漫画なんで、やっぱ絵がそれがやっぱグローバルなこともできる、やっぱそういう力を持っているのはやっぱ絵で伝えられるっていうところにすごく大きさがあると思うので、本当に自分の好きな絵、見せたい絵っていうのをこだわって描いてほしいなと思ってますね。最初にモーニング編集部についてっていうところでお伝えした通り、モーニングっていうのは非常に多様な雑誌です。年齢も性別も、考え方もバラバラでよくて、なので応募する方もこうだからダメかなとかこうだから難しいかなとか思わずに自分の書きたいこと、自分が面白いと思うことを、形にして、気楽に送ってもらえればいいなと思います。非常に楽しみにしております。こんなのがいいとかこんなのが悪いみたいな話をしたと思うんですけど、基本的になんか作家さんが好きなものが見えた瞬間が一番僕はなんか個人的には読んでる側としてはすごい楽しいので、なんか皆さんの好きなものを見せてくださいっていう感じでいつでも待ってますんで、よろしくお願いします。今回日本以外の海外の作家さんがいっぱい応募してくださる漫画賞ということで、なんか結構個人的に作家さんの生活とか日々の中で培われた価値観だったりとか、身近で細やかで具体的なものを知れるのがすごい漫画読んでて楽しいなと思うことが多いので、本当になんかあなたの生活自体に興味があるので、なんか大きなものを書こうとしなくても何でも応募してもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、僕もね海外の方に見ていただくっていうところで言うと、漫画って非常に日本で独自の進化を遂げた、表現媒体だと思うんですけど、大元は紙に描いた映画だと思います。手塚治虫さんがその映画的手法を導入したところも含めてね。なのでつまり一人で映画が作れるっていうところが漫画の素晴らしいところなんですね。なんでその時に自分はそれこそ何が俳優として頑張りたいのか、演出家として頑張りたいのか、美術館として頑張りたいのか、なんか自分の特性ってあると思うんですよ。それを見つけて、まずはそこをガツンと我々に見せるっていうつもりでぜひ作ってもらえたら嬉しいかなと思ってます。はい、お待ちしてますのでよろしくお願いします。皆さんの漫画読めるのを楽しみにしてます。待ってます。待ってます。待ってます。